こんにちは。NPO 会計道税理士の脇坂です。今日は新年第1回目ということで NPO 法人とはということで、この動画の大きなテーマであるこの NPO 法人について概要を紹介するという形にしたいと思っております。この NPO 会計道、NPO に関する会計税務に関していろいろ情報発信をしてるんですが、今年やりたいなと思っていることの一つとして、日本の NPO に関する情報を海外に発信したいなと思っていて、その際にね、まず NPO ってどういうものなのかということについて、まず日本語でね、ちゃんと説明して、その上で海外に発信するようなものができたらいいなと思っているんで、今日は1回目としてさせていただくということで考えております。はい。今回はこの NPO 法人とはということで、この NPO 法人について全体像をね、理解していただくということを目的にした動画です。まず最初に、この NPO 法人ってどういうものなのかということについての目的のお話をして、その上で具体的な要件、さらに設立に関してどんな手続きが必要なのか、設立後にどんなことが必要になってくるのか、税の優遇がある認定 NPO 法人というのがどのような要件を備えている法人で、どのような優遇措置があるのか、このような順序でお話をしたいと思っております。はい。まずですね、この NPO 法人、正式名称は特定非営利活動法人ですね。1998年にできた法人ですので、歴史的には20数年、22、3年ですかね、になります。で、現在は約5万1000法人ぐらいあります。かなりの勢いで増えていたんですが、ここ数年はほぼこの5万から5万1000の間ぐらいで推移しているという感じです。解散する法人もあるんでね、実際には増えたり減ったりという感じで、これぐらいの数で最近は推移しているというようなことです。この NPO 法人の目的ですが、NPO 法第1条に書いてあります。市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進すると。そのことで公益の増進に寄与するというのを目的にしている法人です。具体的にどんなことなのか、私なりのね、ちょっと考え方で述べさせていただきたいと思います。自分自身にね、降りかかってくるいろんな問題や、あるいは自分の身近にね、こんなことで困ってるってことあったりするじゃないですか。その際に、その問題、なんとか解決したいよという時に、その問題で困ってる人たちって自分だけじゃないよね。あるいは自分の身近にいる人だけじゃないよね。もっといろんな人がこういうようなことに困ってるんじゃないの。そういう自分だけの問題にせずに、社会全体の問題と捉えて、そういう問題をいろんな人たちを巻き込んで解決、あるいは解消するということに取り組んでいく。そういうような活動がみんなからそういう活動いいねとか応援するねと言われると、そういう社会を作りたい。そのことで公益的な活動が活性化する、公益性が高まっていく、そういうことを目的にしている法人だということなんです。具体例を挙げてお話しさせていただくと、例えばですね、子供が不登校になっていると、学校に行かない、学校に行かないのはいいけれども、でもずっと家にいると、この状況を何とかしたいよって思ったとします。その際に、じゃあその子供を何とかね、普通の社会の人たちと触れるような機会を与えたいというんで、例えばですよ、同じような待遇にあるような子供をね、一緒に誘って、そうやってね、集まるような場所を作ったとしますね。そういうようなことで、その子供がね、その後、例えば学校に復帰できるようになったとか、あるいは復帰できなかったとしても、その後ね、社会にちゃんと出て普通の生活ができるようになったというようなことがあったとしましょう。それって結局自分だけじゃない、自分の子供だけじゃないじゃないですか。同じような境遇にあるのはね。そしたらそういうようなことをね、自分の子供だけじゃなくって、もっと同じような境遇で困っている人たち、そういう人たちの解決にもつなげていきましょうよということで、例えば NPO 法人としてね、作って、そしてそういう問題に、自分の子供がそういう問題から解決した後もフリースクールみたいなものを作って問題解決につなげていくとか。あるいは例えばですね、自分の家族が癌になりましたよと。で、癌になるとね、やっぱいろんな情報を得たいじゃないですか。その際にネットなんかにはいろんな情報がね、もう飛び交ってます。何が正しくって何がね、いい加減な情報なのか。この判断つかないじゃないですか。
これってちゃんと本当に正しい情報、医学的に正しい情報欲しいよというようなね、ことで困ったというようなことがあったような場合に、例えばそれでお医者さんが、ちゃんと医学的なね、ちゃんとエビデンスを持って、こういうような時はこういうふうにした方がいいよというような正しい情報を発信していく。この必要性をすごく感じたというような場合にね、そういうお医者さんなんかを巻き込んで、そうやってね、正しい情報を発信していく。そういうような、NPO 法人を作ったとかね。そのような形で、自分の問題だけじゃなくって、自分の身近とかね、そういうところでこんな困ったことがあるよって言った時に、それを自分だけの問題にせずに、いろんな人たちを巻き込んで、社会全体の問題として、その解決に取り組んでいく。そういうような活動がね、そうやってフリースクールあってよかったなとか、あるいはね、こういうがんに関して情報ね、もう困ってたんだけど、ここ行ったら正しい情報を得られて助かったなとか、そういうようなね、声がいっぱい出てくる。そのことで、公益的な活動が活性化すると。そんなことを目指している法人だということなんですね。で、じゃあそういう活動が活性化するためには何が重要なのかということに関して、2つのことを重視してるんですね。1つは、行政はその活動内容の公益性について判断しないってことなんです。先ほどの不登校の話で言うと、行政の少なくとも昔の考え方は、もう学校にあくまで復帰させる。それが大事ですよって考えがあるわけですよね。学校に復帰させないことを前提にする組織っていうのは、基本的に公益的な団体としての認定をされにくいんですよ。だけど一方で別に学校に復帰しなくたっていいじゃないのと。あくまでもどこかにね、居場所があるってことが重要じゃないのって考え方ってあるじゃないですか。そういうように、こうすべきだとか、こうしちゃいけないとか、そういう価値判断しないよってことなんです。その人たちがこういう活動重要だねと思ったら、それは尊重しましょうよということなんですね。これがまず一つ。で、もう一つ。じゃあ、そうするとですよ、何をもって公益的な活動なのか、公益的な活動が活性化するって言ってるけど、公益って何なのかって問題が出てくるじゃないですか。そこで、その団体がね、どういう人たちがその活動に関わっているのか、どんな活動をしているのか、どんなことにお金使ったり、どれぐらい財産持っているのかとか、そういうようなことをちゃんと一般の人たちが知れるように公開、オープンにしていきましょうよと。そのことによって公益性を担保していきましょうと。こういう考え方をとっているということなんですね。はい。この考え方を理解した上で、じゃあ具体的に要件、設立の手続きというのを見ていきたいと思います。要件ですね。まず丸1。別表に掲げる20の分野に該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することということです。この NPO 法人は20分野っていうのがあるんですね。この20分野のどれかに該当しないといけないんですけれども、公益的な活動と言われているようなものであれば、この20分野のどれかには該当すると思います。で、活動は不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するということですので、特定の人を対象にした活動ではないよということですね。それから丸2。特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、営利を目的としないということですね。営利目的というのは、稼いだ利益をみんなに分けるということを前提にしている団体ということですけれども、そういう営利目的ではないよということです。ただここで営利を目的としないというのは、利益を上げてはいけないということではなくって、その得た利益をみんなに分けるということはしちゃいけないよという意味です。それから丸3、社員が10名以上、理事が3名以上、幹事が1名以上ということです。で、ここで言う社員というのは、従業員のことではなくって、正会員と言われている人ですね。この正会員が10名以上必要だということです。これは NPO 法人は先ほど言ったように、たくさんの人を巻き込んでいくような法人なんで、こういうことやりたいよ、こういうことを実現したい、目指したい、こういう困ってる問題を解決したいといったときに、10名ぐらいの賛同者がいなかったら、これはそういうね、公益的な活動というまでは言えないでしょうということで、10名以上の賛同者を集めてくださいよということですね。で、その社員と言われている人たちが、総会なんかで理事を選んで、
で、その理事の方たちが実際には運営していく。その理事は3名以上。で、それを監督する人として幹事が1名以上必要だということですね。それから丸4。社員の資格の特捜について不当な条件を付さないと。社員になりたい、正会員になりたいという方たちがいたときに、基本的にはそれは認めてくださいよと。それから丸5。役員のうちに報酬を受ける者が役員総数の3分の1以下ということです。で、これは NPO 法独特の規定で、この丸2の営利を目的としない。これを担保するための規定なんです。どういうことかっていうと、NPO 法人は営利を目的としないんで、関係者にね、その分配しちゃいけないよと。じゃあ分配ってどういう形で一番起こりやすいかっていうと、役員さんがね、ほとんど何もしてないのに、役員報酬という形で過大な報酬を得ると。そういうような形で起こりやすいでしょうと。なんで、役員報酬を受ける人は、役員総数の3分の1以下じゃなくていけませんよという規定があるんです。ただしですね、これは別に役員さんが普通に働いててね、そこで報酬を受けるというのは全然制限してません。あくまでここで言ってる役員報酬というのは、役員という職務に対して払われる報酬。それを受ける人は役員総数の3分の1以下じゃなくちゃいけないよということです。から丸6、宗教活動を目的としないこと。宗教活動を目的にするんだったら、それは宗教法人でやってくださいねということですよね。別に宗教的なバックボーンがあるのは全然構わないんですよ。あくまでも宗教を主たる目的にしてはいけないということですね。から丸7、政治活動、特定の公職の候補者などの支持や反対することを目的としないということですね。このような活動をするんだったら政治団体でやってくださいよというようなことですよね。はい。じゃあ続きまして、具体的にじゃあこの NPO 法人を作るという時にどんな感じになるのか、詳しくお話しした動画がありますんで、詳しくはそこで見ていただければと思いますので、今日は概要ということですね。まず最初に一定の書類を所轄庁に提出します。一定の書類って、定款とか、あるいは事業計画、あるいは活動予算とか、あるいは役員の名簿とか、そのようなものですね。そのようなものを所轄庁というのは、その NPO 法人の本店、主たる事務所だと思っていただければいいです。そこの所在する都道府県、あるいは政令指定都市なんかだったらそういうところということです。そこに提出しますよと。提出すると、その書類は所轄庁が一般の人たちにホームページなんかでね、縦覧します。つまりチェックしてください。さっき言った情報公開でね、公益性を担保するって考えがあるんで、まずこういう法人ができましたよというのをちゃんと公開するってことなんです。これ2週間です。で、その後に丸3、所轄庁が審査をして、法律にのっとった要件をちゃんと備えているかどうかをちゃんと審査して、問題なかったら認証、不認証という場合もあり得るということです。この際に、その活動内容についての公益性は判断しないよと。あくまでも NPO 法という法律にのっとった形でちゃんと法人ができているのかということをチェックするということですね。これ2ヶ月と言われていますが、所轄庁によってはこれを1ヶ月とかね、短縮しているところもあります。から丸4、この認証がされてから法務局に登記をすると。ここで法人としては設立するという形になるということですね。はい。で、続きまして、じゃあできた後ですね。できた後どんな感じになるのかということですけれども、法人が設立した後には、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書やあるいは会計報告書、活動計算書や貸借対照表や財産目録、そういうようなものを所轄庁に提出するという必要があります。で、所轄庁に提出した書類は情報公開、一般の人たちにね、オープンにされます。所轄庁に見に来た人たちに対しては、それをちゃんと所轄庁はね、閲覧って言って見せたりね、あるいはコピーを取ったりすることができますし、もう今はですね、内閣府に NPO ポータルサイトっていうのがあって、そこにアクセスするとですね、そこからその法人の定款とか事業報告とかダウンロード簡単にできます。これはなかなか他の法人にはない制度で、もう NPO 法人独特の、非常に進んだというか、情報公開ということを重視しているということからできている制度かなと思います。
から丸3、法人税、税金ですね。法人税に関しては、収益事業を行った場合にのみ法人税が課税されるということになっています。ただ、ここでいう収益事業というのは、NPO 法でいう特定非営利活動とはちょっと違ってて、法人税法に定める34業種を継続的に事業場を設けて行われるという場合に課税されます。趣旨を言うと、営利企業と同じようなことをやった場合に、営利企業で課税されて NPO でやると非課税というのは不公平なんで、そういうものには課税するよというようなことが趣旨ということになっています。それから丸4、寄付金控除などを受けたい場合については、これは NPO 法人だけだと受けられなくって、認定 NPO 法人というものになる必要がありますよというようなことですね。はい。じゃあ、この寄付金控除などを受けられる認定 NPO 法人ってどういう法人なのかということなんですね。認定 NPO 法人は NPO 法人のうち税制上の優遇がある法人で、所轄庁が認定するという法人です。で、この認定 NPO 法人っていうのは、認定特定非営利活動法人として登記することもできるんですけれども、これはかなりレアケースで、多くの法人は特定非営利活動法人のうち所轄庁の認定を受けた法人を通称認定 NPO 法人って呼んでるって感じなんですね。で、この認定 NPO 法人は NPO 法人になった上で認定 NPO 法人になるわけですけれども、現在約1200ぐらいです。1220ぐらいでしたかね。なんで、数がまだまだ少ないということですね。で、この認定 NPO 法人になるための要件というのは8つあるんですが、1つ目はパブリックサポートテストをクリアしていること。これが認定 NPO 法人の最大の要件ですね。パブリックサポートテストって、パブリック、一般大衆からサポート、どれだけ支援されているかをテストするということなんです。つまり、この認定 NPO 法人っていうのは、NPO 法人の中でもより公益性の高い法人ですよね。税制上の優遇を与えるわけだから。じゃあ、公益性がより高いかどうかをどう判断するかっていうときに、行政が判断したら、これってそもそも趣旨からしておかしいじゃないですか。なんで、行政が判断するのではなくって、一般大衆から支持されている度合いが高ければ、それは活動内容に公益性が高いから、それだけ多くの団体から支持されているんでしょう。そういう団体を認定していきましょうと。こういう考え方なんです。具体的な基準は3つあるんですが、そのうちの1つね、3000以上の寄付者が100人以上いるよと。つまり100人以上の人からね、あなたの団体いいね、支援するねということであれば、それは活動内容に公益性が高いから、そうやって支援されている人が多いんでしょう。そういう団体を認定して税の優遇を与えていきましょうと。こういう考え方なんですね。それから丸2、運営組織及び事業活動が適正であること。これは具体的にはいろんな項目があります。いろんな人から指示を受けていたとしても、それは運営組織や事業活動が適正じゃなかったら、それはダメですよね。なんで、そういうことに関しての他の要件があって、そういう要件を全て備えているということを所轄庁から認定されるということなんですね。じゃあ、この認定 NPO 法人になると、どういう優遇措置があるかっていうと、2つ挙げています。まず丸1、個人の寄付金控除、法人の損金参入枠の拡大、相続人が相続財産を寄付した場合の相続税非課税と。この丸1はいずれも寄付者の優遇措置ですね。寄付をする方にとって寄付をよりしやすくするという措置です。つまり、この NPO の活動がみんながいいね、支援したいねっていう時に、より支援しやすくするための措置ということですよね。NPO 法人というのはいろんな方たちの支援を受けて、そのことによって公益的な活動を活性化しようというようなことを目的にしてるんで、その支援をされやすくするということで、いろんな優遇措置がありますよということですね。から丸2は、これは NPO 法人自身の優遇措置です。一定金額までみなし寄付金を認めると。これは法人税の話です。法人税の収益事業を行っている場合に、その収益事業から収益事業以外にお金を使ったというような時に、それって法人内部のお金のやり取りなんだけども、それも言ってみれば経費扱いできるよと、一定金額まで経費、法人税では損金と言いますけど、損金扱いできるよというような規定です。
大きくこの2つの優遇措置があるということなんですね。はい。今日はこのような形でこの NPO 法人というものね、概略としてはこんな形で理解していただければいいかなと思います。また細かい内容についてはね、私も他にもいろんな動画上げてますので、そういうところをご覧いただければなと思います。このような形でこの NPO に関する会計、税務、寄付、運営、様々なことを情報発信していきたいと思っております。こんなことを取り上げてほしいというのがありましたら、ぜひコメント欄なんかに書いていただければ取り上げていきたいなと思っております。また、内容が面白かったな、あるいは役に立ったなと思った方は、チャンネル登録やいいねボタンを押していただけるととても嬉しく思います。ありがとうございました。